MBTI 用語シチュエーション解説。こんにちは、タクジです。皆さんは今までの人間関係で気持ちのすれ違いが起きたり、あれと思ったことはありませんか？この MBTI ってそんなモヤモヤするようなことがすっきりわかるための手がかりになるんです。MBTI といえばネットでよく見かける16パーソナリティーズなんかの簡易診断が有名かもしれません。でも本来の MBTI はもっと歴史があって奥深いものです。これはスイスの心理学者カール・ユングの理論をもとにアメリカのキャサリン・ブリックスとイザベル・マイヤーズ親子が1940年代から研究を始め、62年に初めて発表したもので、人の性格を16のタイプに分け、傾向を整理してその違いを把握するための実用的なツールなんです。この動画では MBTI をよくあるシチュエーションを通して分かりやすく解説しようと思っています。次の章では心のすれ違いについてちょっとしたやりとりをお聞かせします。どんなすれ違いになるのでしょうか。今回の動画のお品書きはこちらです。では、やりとりを聞いてください。舞台は、とある会社の会議室用の個室。部屋には課長と徹の2人しかいませんが、壁が薄いので、外に声が聞こえる状況です。おい、ちょっといいか。君が提出したレポートだが、抜けだよ。予算額、業務完了日、担当者名が抜けている。他の人のレポートを見て作れと言っただろう。何を見ていたんだ。すみません。確認せずに提出してしまいました。こういうところで手を抜くと、後でみんなが迷惑することになるから気をつけろ。じゃあ、すぐに出し直せよ。はい、すみませんでした。課長退場。ここで一部始終を聞いていた吉見が声をかける。落ち込まないで。徹くん、間違いは誰にだってあるんだから。それにしても課長ったら、あんなにひどいこと言わなくてもいいのに、人の心ってものがないのかしら。ありがとうございます。でも、課長の言うことはもっともですから、悪いのは私です。では、私はこれで。徹退場。何よ、徹ったら、せっかく励ましたのに、そっけない態度。なんかフォローした私が、バカみたいじゃない。いかがでしょうか。これを聞いてもやもやすると思ったり、あるあるだよなと俯瞰的に捉えたり、いろんな感想があると思います。実はこれ、人によって感じ方が違ったりするのです。これが MBTI の核と言える部分です。これから人の性格を4つのアルファベットで表すのですが、いきなり言われてもちんぷんかんぷんかと思われますので、わからない人は気にせず聞き流してください。ユング心理学では人の持つ性質を心理機能と呼びますが、今回はそのうちの判断機能を扱います。これは思考と感情を表します。しかもそれぞれ外向と内向があるので、全部で外向思考、内向思考、外向感情、内向感情となります。先ほどの登場人物はどれに当てはまるのでしょうか。ここで先ほどの登場人物のタイプを紹介します。課長は外向思考型の ESTJ、部下の徹は内向感情型の INFP、フォローに入った吉見は外向感情型の ESFJ を想定しました。まずは課長が持つ外向思考について説明します。この機能をメインに持つタイプは ESTJ、ENTJ、ISTJ、
INTJ です。このタイプは成果、言い換えれば客観的に見て可視化できる実績を重視するということです。結果を出す、周りの足を引っ張らないというのが核になるマインドです。課長がトールを叱るのも彼のために良かれと思っての行動なのです。これと対になるのが内向思考です。今回のシチュエーションでは該当キャラを出しませんでしたが、この機能をメインに持つタイプは ISTP、INTP、ESTP、ENTP です。このタイプは筋を通すことを重視します。先の外交思考との対比で言うと、例えばあるルールに基づいて運用されていた社内のシステムが社長の命令で急遽変えられたとします。この時、外交思考型の人は結果を重視するので、社内の秩序としてうまく回るのなら社長に従おうと考えますが、内向思考型の人はおかしいものは誰が言ってもおかしいと反発する傾向があります。このように同じ思考型であっても考え方は大きく違うのです。次に感情型のタイプを扱います。まずはよしみが持つ外交感情ですが、この機能をメインに持つタイプは ESFJ、ENFJ、ISFJ、INFJ です。このタイプは他者との関係を意識します。周りの人を喜ばせたい、場の空気を良くしたいという気持ちが強く、重苦しい雰囲気に耐えられないため、自然と場の空気を読むことが多いです。逆に空気を読まずに人を傷つけるのが許せないという意識が働きがちなので、よしみは課長のことを悪く言いましたし、トールもそれに同意してくれるものと当然のように思っていました。一方で、トールが持つ内向感情ですが、この機能をメインに持つタイプは ISFP、INFP、ESFP、ENFP です。このタイプは自分の気持ちを大切にしてありのままの自分を常に意識しているために、その心の声に反する行為をしてしまうと違和感や罪悪感を覚えることが多いです。そして人から何と言われようと自分は自分と分けて考えがちです。さらにここでは簡単に触れますが、実はユング心理学では内向感情型の人はその心の奥底では外交思考を、外交感情型の人は心の奥底に内向思考を持っているとされています。なので先のシチュエーションではトールは課長の厳しい言葉を内心では納得して自分のせいだと考えていました。なので外交感情のよしみの励ましが心に響きませんでした。むしろ正しいことを言っている課長の人格を攻撃していたので、内心では余計なフォローとさえ思っていました。このように外交思考型の課長、内向感情型のトール、外交感情型のよしみのすれ違いは MBTI という尺度で見るとはっきりとわかるものなのです。今回は以上です。実際に起こりうるあるあるシチュエーションを通して MBTI を説明しました。なお、登場人物はみんなそれぞれの価値観で行動しているだけなので、誰が正しいといったような正解があるわけではありません。ただ、人によって考え方が違うということを伝えたいと思い、この動画を作成しました。今回はそれぞれの性格の価値観について説明しましたが、次回はもっと無意識的に感じるものに焦点を当てたいと思います。このチャンネルでは MBTI の説明やシチュエーションを交えた解説、さらに創作のキャラについて MBTI を通して分析していきます。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。